キスタイルデザイナーの氷室ゆりです。東京を拠点にもうすぐ10年くらいデザイナーとして活動しています。1日のルーティンは朝結構早くって5時半とか6時くらいに起きます。朝の支度をして子供を保育園に送り届けて、でその後に犬のゴマの散歩をします。家の近くに大きい公園があるんですけど、そこをゴマと一緒に一周回って、で家に帰ってきてちょっと家事をしてから自転車でアトリエに行きます。アトリエでは生地をチェックしたりとか、ハサミで切るような作業をしたりとか、布にまつわる仕事をいろいろしています。家でも仕事をしていて、家だとメールのチェックだったりとか、デザインのアイディアを考える作業とか、そういう時は家でやることも多いです。で夕方くらいまで仕事をして、で夜はすごく早くて9時ぐらいに寝ます。休みの日は家族みんなでお出かけをするんですけど、車を運転してちょっと遠くの公園に行くことが多いです。夜にドライブするのもすごく好きで、ビルやマンションに明かりがついて、また日中と違った風景が浮かび上がっていたりとか、車が走っていくライトの動きとか、暗い中で光が見せてくれる日中と違った面白い現象っていうのを見つけるのが楽しいなと思ってます。代表作のスニップスナップは10年以上少しずついろんなテキスタイルの種類を開発しているんですけど、ちょっと変わった生地になっていて、生地が2層になっていて、生地の表面に糸が浮いているような状態の構造になっているんですね。でそこをお客さんとか使う人自身がハサミを入れて、浮いてる糸を切ることでもう柄を好きにアレンジできて、切ったことによってできるテクスチャーが例えば芝生のように見えたりとか、あとは水しぶきのように見えたりとか、テキスタイルのその糸のテクスチャーっていうものをいろんなものに見立てて景色を作り上げることができます。どういう時に人ってわーって嬉しくなったりとか、なんか笑顔になる瞬間があるかなっていうのを考えた時に、何かが変化する瞬間っていうのは人がパッと笑顔になる瞬間なんじゃないかなって。芝っていう作品は一番最初に作った作品で、これは私の祖母のお家の芝生のお庭がインスピレーションの元になってます。祖母の家ではよく父が芝刈り機を使って手入れしていたんですけど、ちっちゃい頃からそれの手伝いをするのがすごく好きで、手で押しながらぐわーっと刈っていくと、芝がライン上で整っていくのもすごく面白く綺麗だなと思ってましたし、芝を刈っていくとバッタだったりとかちっちゃい虫がどんどん逃げていくというか、飛び出ていくんです。なんかそれがすごく面白いというか、なんか記憶に残っていて、なんかいろんなものが飛び出てくるんだなっていうのを覚えていたっていうのがありました。その芝の作品ではハサミでカットすることでその草のテクスチャーができるんですけど、その下にはトカゲだったりとか蝶々だったりとか、いろんなモチーフが隠れています。あとこれ何ってよく聞かれるんですけど、黒い丸の周りに点々点々って書いてある、これは落とし穴です。落とし穴は結構たくさん隠してます子供のおもちゃだったりとか、なんか動物として惹かれるみたいなところのものが魅力的だなっていう風に感じることが多いです。これ木のおもちゃで家の近くのお店で買ったんですけど、多分ロシアのものなのかなと思うんですけど、こういう風に回すとクマがドラムを叩きます。これもうちょっと壊れちゃったんですけど、ギュッと押すとこれがくるって回るっていう仕組みのおもちゃになってます。このイルカのおもちゃもすごい気に入っていて、こういう風に蛇腹状になってるんですけど、こうやって動かすとイルカの鳴き声みたいな音がします。
最初に触った時にすごい衝撃を受けて家に持ち帰りました。私が育ったのは立川っていう場所で、東京なんですけどすごく自然のある場所で、子供時代は周りの植物や虫を見つけるのがとても好きな遊びでした。あとは押し花が好きで、押し花にしてみるとすごくそのシルエットの面白さが際立つんですよね。植物だったりお花っていうのはよく使うモチーフになってます。もともとデザインを志したのが、私の父がイタリアのお土産で買ってきたワインオープナーがあって、これなんですけど、アレッシーのアンナジーっていうワインオープナーでワインに刺して、でこの頭をくるくる回すと腕がこうやって上がるんですね。で両手でギュッと押して、そうすると線が抜けるっていうような仕組みになっています。で用途がありながらおもちゃみたいに面白い動きをしてくれていて、すごくそれが子供の頃に魅力的に映って、私もこういうものを作る、考える人になりたいって思ったのがデザインを志したきっかけです。大学院の途中でフィンランドのアールト大学っていうところに交換留学をしました。で短い期間、授業でいうと 3,4 ヶ月くらいの短い間だったんですけど、今の活動にすごく深くつながっている勉強をたくさんできて、その一つが今でも使っているジャガード織りという織りの技術を勉強できたことでした。テキスタイルデザイナーは色とか柄を決める人っていうのがすごく多いと思うんですけど、私の場合はそこプラスどういうふうに生地を織るかっていう織りの設計図からデザインをしています。平面だと思われるかもしれないけれども、それは立体で糸が無数に交差することで出来上がっている構造体っていうところが面白いところだと思っています。設計はフォトショップで描いています。黒白の点々を使って縦糸の上げ下げを指示しています。それによって構造自体も自由にこう描くように作り上げられるっていう風に自分の中で解釈できて、それが本当に革命的に面白く感じた点で、一気にこう世界が開けたような感じがして、その出会いがすごく私のこう今の制作のスタイルを作る上ですごく大事な出会いでした。ラップランドっていう作品はフィンランドにいた時に学生旅行で行った時の思い出が題材になってます。いろんなシーンが描かれてるんですけど、犬ぞりでこうたくさんのこう犬たちにソリが引かれているシーンだったりとか、氷に穴を開けてワカサギ釣りをしているシーンだったりとか、あとサウナが描かれていて、フィンランドはサウナがすごく有名だったんですけど、そのラップランドには世界最北端のサウナがあって、でそこに行ったんですね。でそこでみんなでサウナに入って、その後北極海で泳いだんですけど、もう本当に寒すぎて私は膝ぐらいまで行けたかなっていう感じでした。でも一人女の子でオーストラリアから来てたと思うんですけど、結構沖まで泳いで行ってて、クロールでやっぱなんかすごいなって思った思い出があって、その泳いでるクロールの泳ぎのシーンすごい自分の中で印象的だったんですけど、それも描かれてます。そんな感じでその旅で出会ったものとか、気づいたこととかをスケッチにしていたんですけど、なんかそういうところの資料だったりとか写真からデザインの柄を起こしていきました。最近行ったので印象的だったのは、北海道に行ったんですけど、東京からまず車で移動して、そこからフェリーに乗って一晩移動して、でやっと到着して、そのまま北海道をドライブで一周キャン
プしながら巡るっていうような旅を家族でしました。でそれがすごい楽しくて、すごい自然が豊かな場所なので、車で走っていく時に見えてくる海だったりとか、すごく広大な草原っていうのかな、本当にこう景色のスケールが本当に大きくてすごく楽しくて、でキャンプでは、いろんな場所で泊まったんですけど、面白いなと思ったのが、キャンプ場で夜になった時に周りが暗くなって、そのテントの中に明かりがつくんですよね。なんかそうすると中に置いてあるものだったりとか、その中にいる人の動きのシルエットっていうのがテントにこう映し出されて、ちょっと拡大されて見えて、なんかその様子でこういろんな人の生活がそのテントにこう映し出されてる様子っていうのがすごい面白いなと思って、なんかそういうのを見た時に、これってなんか新しい題材にできないかなっていうふうに思ったりします。まだ作品にしてないけど、これからするかもしれないなと思ってます。日常の中でその散歩していて、ちょっとした自然の変化に気づいたりとか、旅行に行って新しい景色に出会ったりとか、なんかその日々の中のこうちょっとした小さな喜びが日々の生活をすごく楽しくしてくれるものだと思っていて、なんかそんな感覚がその見た人の中にも芽生えてくれたらというか、言葉とかなんかこう難しい背景がなかったとしても、もう誰にでも伝わるようなこう小さな喜びっていうのを届けられたらいいなっていうふうに考えてます。今日も面白いことを見つけていて、犬と散歩に行った時にこう川があるんですけど、その川の際のあたりの水面からちょこっとこう木の枝が飛び出ていて、それが鳥にそっくりだったんです。白鳥にそっくりな木があって、しかもその隣にもう一個鳥にそっくりな木が生えていて、それはスズメみたいな形でした。鳥に見える木が2本並ぶなんて奇跡的だと思いました。それが今日私が見つけた小さな喜びです。